今日はチャンスボール打ち込み方バック編です。両手でも片手でもラケットはしっかり立てる、フォローはしっかり出す。胸からもっと上で強いボールっていうのは世界の中でも数人しかいない。皆さんこんにちは、きわです。今日はチャンスボール打ち込み方バック編です。小野田さん、高尾さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。チャンスボール、私フォアで打つことが多いんですけど、やっぱり自信があるフォアハンドで、バックで打つ時のなんかコツとかってありますか？バックハンドやっぱりフォアよりやっぱ難しいと思うんですよ。はい、で、高さがやっぱ重要かなと思うんですけど、高すぎると体が浮いちゃう。で、やはり顔もしくは肩のラインでボールを処理する、ボールを上がってきたところでしっかりボールをこう捉えていくっていう技術が求められるかなと思います。まあそうですね、やっぱこのどうしてもフォアよりも強いボールが打てるっていう方は、ほとんどいないと思います。パワーとかスピードよりもやっぱりコントロールをね、ちょっと重視して、あんまりこう強くね、こう勢いよく入りすぎないっていうのも必要かなと。バックの方が得意なのかな。これもうちょっとセットグッとね高くしてもいいよね。あとフォローはやっぱり前に行くっていうことですよね。OK です。はい。じゃあ交代しましょう。OK です。いや片手でねこの場所っていうのは難しいよ。結構難易度高いですよこれは。もちろん片手っていうよりもねここでこう決めなきゃいけないっていうのはね、本当。そんな何度も試合であることじゃないですけど、ちょっと腕が手打ちっぽくなります。ここは力がどうしても入っちゃう。ラストいきましょう。チャンネル登録よろしくね。でちょっと小野田プロにね、ちょっと僕シングルハンドですけれども、ちょっとやってみましょう。はい。見てるとラケットのセットが高いんですよ。この自分が打つだろうなという打点、あまりね僕ね胸のとこでもねもしかしたらキャちゃんにとっては結構高いと思う。だからせめて腰のあたりのところで当てると考えたら、これよりもある程度ラケットを立てて上の方にグッと構えちゃってもいい。でもちろんこれをただ直線的にいったらもちろんネットしちゃうから、脱力ももちろん必要なんだけども、多分自然にちょっとはラケットがグッと落ちるので、変に落とそうとしなくていいですね。だから高いところから片手にしても両手にしてもある程度グッとこのラケット面を高く上げてるっていうのを小野田プロの見てやっぱそれは思いますね。両手でも片手でもラケットはしっかり立てる、フォローはしっかり出す、ここですね。あとはフォアも言いましたけど、勢いをこう止めないっていう。そうですね。そうですね。やっぱり止まっちゃうと回転力だけで引っ掛けたり、やっぱりミスが多くなりますよね。ですからやはり後ろからの勢いをそのまま保っていくっていう。ちょっとあれですか、やっぱりフォアハンドの時もありましたけど、この前足でちょっとスキップするっていうのもありますよね。ステップ&ホップは必ず使わないと、我々片手はオープンスタンスはないですね。打点でオープンスタンスで構えるっていうのはほとんどないですね。両手だったらまだあるかもしれない。両手だったらまだやろうと思えばできるけど、まあそんなことは求めない方がいいなと思う。やる人もいますけど、ほとんどリターンと同じぐらいこうやって構えて、そうだね。スイングしてる間に足を入れ替えるっていうやり方で打つ人もいますけど、それにしてもやっぱりスクエアで打つっていうのがオーソドックスな打ち方。まずこれができないといろんな打ち方ができないのかなっていう感じですね。やっぱこのバックのチャンスボールを例えば相手だ右利きだったらクロスコートにしっかり追い出したいっていうのもあるんで、あまりにもこう背中を向けすぎたりだとかひねりすぎたりすると今度逆にクロスに行かなくなっちゃうから、それはもうこのね正面ある程度顔は向いててもいいと思う。こう向いていくイメージで打つ時にちょっとこう横向きで打ったんだって、なおかつ打ち終わった後にもうグッとこう打つ方向を向いちゃうぐらいでいいと思いますね。両手だったら。片手だとあまりにもこう先に回っちゃうと、お腹が見えちゃうと引っ掛けたりとか振り遅れが多くなりますよ。両手だったらうまくこの左手もね最後ギュッと使ってクロスコートに
やるのもいいのかなとバッ思います。クハンドはフォアと違って自分でこうやってフォアは左手こう入れますけど、うんバックはテイクバックしたらもう自然に肩が前に向くから、うんあんまりこういう風な意識っていうのはあんまり必要がないので、ないね。むしろお腹を向くイメージでは打ってった方が次に万が一ボレーで、そうですね行く時みたいにい。はい。準備ができるかなっていう感じがします。自分で窮屈にする必要はないですからね。フォローをしっかり出してスムーズにこう打っていくっていうのがいいと思いますね。はい。勢いを殺さないように。そう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 、 OK いいですいいです。グッドグッドいいです。もっと高くてももっ大丈夫ですよと高く。はい。意識的に。そう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 。オッケーオッケー。そのまま少し下というか斜め下にグッとかぶせちゃっても大丈夫。うん。振っていいよ。振っていいよ。そう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 。ナイスショット。深く打つ必要はないです。角度がうまくつけばいい。そう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 。ナイスショット。もうできたんじゃないですか。いいですね。ちょっとした。そのままアプローチに行くというね、うんそうですねいう流れもできてますね。はい。いいですよね。あ、違う違う違う。じゃあもう一回いきましょう。ラストお願いします。そう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 。ナイスショットです。特に今のはラケットがしっかり高くて、はい。ラケットの先端が打ってから相手の打ちたい方向に向いていくから、うん勢いそうですねが増すんですよね。変にこういう風に上げたりとかしなくても、しっかりラケットが相手の先端が相手の方向に向くっていう、本当に今良かったです。いやすごい良かったです。やっぱラケットのなんていうのかな、こうスイングスピードっていうのがある程度ないと、もちろんタイミングを狂わしたくないからラケット面をこう綺麗に出したいんだけど、それが長すぎると今度ボールにいいスピードとパワーが加わらないので、やっぱもうこの打ちに行く時には左手を最後グッとうまく使ってヘッドをしっかり走らせるタイミングで振ると、多分最後のようにしっかり引っかかる、いい引っかかりがありますよね。はい。ミート率もアップしますね、バチッといいですね。その両方が欲しいんだよね。これタイミング難しいよこれはね。もっと前に先に入っちゃっても大丈夫です。いや、ぐっとネットにも行くようなイメージの方がいいかな。もともと両手ですから。そうですね。ちょっと打点がやっぱ高すぎるのと、上に行く力がこう大きいかな。ちょっと強そうかもしれないですね。もっとこうなんていうかな、前にこうドンと行く勢いをちょっと使ってもいいかな流れをと思いますね。こう止めない方がいいです。前に行くこのいわゆるボールが落ちてくるところをある程度予測して、そこに対してちょっと待っといて最後にドンとこう力を伝えるっていう、そうじゃないとやっぱなんていう手でこう振ろうとしちゃうと距離が短いんで収まらない。で収まらないと何したいかっていうと下にって打っちゃって、今度面がねこうちょっとかぶせ気味になっちゃうね。佐藤さんこうやってきて多分打って肩がやっぱ上がるから、今左が結構多いと思うんですけど、こうやって上がって、ここに空間ができちゃう。そうするとフェースが開く。だから勢いをこのままステップアンドホップで移動しながらこう打つぐらい。しかも手が先ね。手が先でそれをうまく使えた方がいい。ちょっともう何球かいきますか。なんかこう歩きながらもうそのまま前行ったみたいな。もっと早く行っちゃった方がいいと思う。先に早くスタートを早く。そうそのタイミングを合わせるのが必要になるから。オッケー。体重移動だけでそのまま。オッケー。流れを止めないで。悪くない決して悪くないです。打った後そっちの方向に足がいってるから大丈夫です。ラスト行きましょう。オッケー。やっぱねこれぐらいね難しいんですよ実際ね。超難しいです。僕もねここに来たら何するかって僕はねこのボール来ました何するかで僕はこうします。はい。こうします。ねスライスにします。僕もそうなるか、よっぽどコートが跳ねなかったら打ちますけど、やっぱりそうですよね。そうなっちゃうんですよね。もうそれぐらいなんていうかな、僕らは片手でスライスでネットにつなげたいとか、それだけこのバックとのなんていうのかな、ある程度弾んでくるであろう。それがもちろん浅い球であってもここであってももっと後ろであっても、片手の人がねこの胸からもっと上で強いボールっつってたら世界の中でもね本当数人しかいないですよ。これだけ緩いボールが来るとフォアで僕ら回り込むか。そうですね。もうここまでこの範囲ぐらいだったらもう
バックでこうやって打つよりかはラリーしてもう回り込んでここまで来て、こうやって打つかっていう、そういう選択肢の方が多いと思う。そうなんですね。ここはまあ選択するね、ボールがちょっと多くなるから、ボールしか選ばないとミスにつながるっていう大事な種目ですね。それだけにあまりこうスピードを出したり際どいところを狙おうとしすぎないで、ある程度決め打ちでもいいと思います。相手がバック側にいるんであればストレート方向にうまく打って相手を動かすとか、オープンコートがあるんだったら丁寧にちょっと浅めを狙って、ボールのスピードを求めずにコントロールしてネットプレーにつなげるっていう形の方が僕はおすすめしますね。決めるという頭よりも次のボールを見越してのアプローチの方がいいですよね。だからこうミスをしないっていうのが大事ですからね、このボールをね。はい。チャンネル登録よろしくね。以上、チャンスボールの打ち方バック編でした。またね。Thank you so much for watching this video. If you like this video, please give us a like. By pressing the subscribe button, you can join the Star Tennis Academy right away. Your mobile device will instantly turn to a pro tennis school. Let us know what lesson you want to learn from us. See you next time. Bye!